こんにちは。大工の翔平です。この現場のリフォームのね、もう最後の縁側の解体、リフォームをやっていきます。まず、サッシ外してね、そして、ずっとこの玄関から繋がってきたこの廊下を張って仕上げていきたいと思います。このお宅リフォームしてね、オープンの今からずーっと家を一周するようにしてね、リフォームしてきたんですけども、最初にこの床の高さを見たんですけどね、やっぱし少し誤差が出ますね。まず解体からやってきます。昔のサッシですね。特にここのサッシはカラーじゃないですよね。本当のこのシルバーの昔のサッシですよね。50年持った方やで、アルミ腐食しとるやろ。これがもし海辺やったらもうこれもうポコー膨れて、そんだけ劣化するね。アルミが劣化というかボロボロになってます。枠に対して建具の寸法ですね。それが昔は甘かったんですね。ですから横に振ってもガタ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 、風が吹いてもガタ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 ということは、この隙間風も入りますしね、風が入って暑さ寒さが伝わって結露もしますし、なんたって50年前ですからね。これを解体して、新しくしていきます。昔のサッシを外しててね、本当に昔のサッシってこうやってつけたいなと思います。サッシとサッシのつながったとこなんかね、同じ色のメーター打ちましたよね。本当にこのメーター打ってね、ちょっと歪みができてね、特にここのお宅は欄間までサッシとべっこべっこになってるんやね。普通欄間付きのこの自分サッシあったんですけどね。というのは、ここ縁側も木のこの投げ師を回ってるんですよね。いい造作してるんです。ですから縁側の内側にぐるぐるっとこの投げ師を回るっていうことで、投げ師スペースがいるんですよね。ですからサッシ枠が欄間と一体にならない、そういう形の欄間付きにしてありますね。考えられるか。ここにまで土わざわざ。こんなところに土壁がいるか。この間に荒壁までつけてね、よっぽどこの丁寧にいろんな動作したんですよね。サッシ本体が外れたんでね、今度は木の骨組みを抱いてきます。早い話が鴨居を切って落としてしまうっていうことですよね。今度はここへ2軒あるとこへ1軒半の少し小さいサッシを入れますから、上の欄間の鴨居は取りませんけども、下の鴨居敷居は取ります。まず内側に回ってる投げ師を外さないとね、投げ師に打ってある釘がわからないんですよね。その釘を確認して切る部分の土壁だけを落とします。一番簡単なのがこのチェーンソーでぶち切って落とす。それが一番簡単ですよね。よく言うたもんですね。切って落とす、切り落とす、切った途端に落ちますよね。作るのは大変やったやるけどね、砕くのはものの10秒で終わってしまいますよね。これより払えるのね。これが入ってて、ここに線やけど、ほら横からこんだけの線を打ってある。で釘を裏に取ってこうな。今度は床をめくってきます。ここの縁側はね、4軒半ですね。広い縁側です。でも昔の割にはね、円弧板は張ってないんですね。これフロアなんですね。5部のフロアで家1軒同じフロアを張ってあるんですね。普通縁側っていうとね、円弧板、幅広い板でも狭い板でも張ったんですけどね、今回リフォームしてずっとつながってきたということは、昔もずっとこれつながってたよね。でもフロア自体はこれどこの製品かちょっと自分わからないんですけど、このフロアは当たりでしたね。全然パンクっちゅうとこまで行ってませんから、色もねまだ50年ついてますから、これいいフロアに当たったみたいですよね。
ちょっとしっかりしすぎてねめくるのが大変でした。特に敷きの下へね、これ普通でしたら一番最初に砕いたこの床みたいにね、今の場合は一回この敷きを外したんですね。和室の敷きさえこう外せば簡単にこの床は外せるんですけど、とにかくこの真ん中が住んでらっしゃるもう畳も物もいっぱいあるんでね、で敷きがなぶれないんで、もう無理やりこの引きちぎるように床は外していったんですけどね。特にこの根田だるきはね全然傷んでないんですよね。しっかりしてます。ただこの木柄が違うのとね、一番近いのはダメやっちゅうのはこの高さですよね。いろんな木柄のだるきを売ってあってレベルが違う、サッシとの取り合いがつかないんですね。ちょっとこれ直しようがないんでね、下の骨組みまで砕きます。このお宅の床下はねしっかりとこれ乾いてるんですよね。でもどっからかこれモグラがこの建物の中に入り込んだよね。基礎の縁をずーっと土の中走ったよね。そしてこの和室側のね根田掛けが大きい根田掛け売ってありましたね。というのは前にも言ったと思うんですけど、ここのお宅根物が入ってないんですよね。その代わりに大引きに直接大きめの根田掛けをこう打ってつないであるんです。でそれに根田を打って床の高さ下地をしてある。次もね同じように大引きに根田掛け打とうと思うんですけどね。これが乗ってってな。これ中間でちょっとわけのわからない金物が出てきたんです。これね敷きがむくったのか床が下がったのを止めたのか、結局大引きが外枠がないってことでしっかり止まってないですよね。3本とも端がフリーになってる。そういうことで床がむくったり下がったりがこういう仕方やったとしても起きてしまうんですよね。わざわざ穴開けたりしてこれが上がってきたんやわ、敷きがそんなことある？じゃないかな。これをだいぶこれでサッシと床解体できましたね。新しくまず床じゃなくてサッシからやってきます。というのはね床とサッシとね同時進行でいいんですけどね、なかなかねこの1日でこのサッシは絶対入れんとねダメなんで戸締まりができないんでね、その日にまずサッシを入れてきます。今回のサッシは2軒のとこに1軒半のサッシ、同じようなこの吐き出しサッシをこの2軒のど真ん中に1軒半を入れてきます。解体で元々の下地はもう全部砕いたんですけどね、サッシが入ってたサッシの敷きみたいなもんですよね。これがもう全然傷んでなくてね、もちろん水平は悪いですけどね2軒通して入ってるんですね。ですからその上からこの真柱を立てて骨組みを作っていきます。骨組みは45の120、厚みのある真柱ですよね。一寸五分の真柱って普通言うんですけども、その材料で両端立てて鴨居の高さで真草を入れて、そして骨組みにしていきます。
レーザーの飛んでるラインだけで高さも側も作っていくんですけどね、なかなかね高さを出す時にね何回も見てどうしても不安なもんなんですね。基準がないってことですよね。既存も狂ってる、もともとこの残した材料も狂ってる。そこで床のラインを合わせて水平にもちろん作っていく。両端割ったんですけども、微調整はね現場でしてます。なんや現場合わせかって言われますけど、この現場合わせほどだった合うもんって正直ないです。こういう風にまっすぐしてね、そしてそこからこの番草の高さを出すんですから、とにかく大工としては何かの基準が欲しいんですから、縦の基準と横の基準さえあればね確信持って作ってきますよね。サッシ下の水平ラインが出ればもううまいもんですよね。罰金材からサッシ寸法上がればいいんですから。そして2軒のこの真ん中に入ってたこの釣り塚ですね、これはもう少し長めに残してありますから、これを今度は少し短めに鴨居が上がるようにね切ってあります。これにしっかり止まりますから、新しく入れたマグサはねもともとあった釣り塚によって釣ることができますから、これは残してあって正解ですよね。骨組みができたんでサッシを入れてきます。この頃サッシはね背が高くなったんでね、今回は土台の上からねこう持ってるからこれ持てるんですけども、高いサッシはね持ちにくいですね。そしてこの取り付けなんですけど、だんだんなんかビスが増えたような気がしますね。外回りでもね釘を打つってことないですし、外回りもビスで止めてきます。まあ丈夫になった反面ね、ビスっていうのはなかなか強いようにガッと引っ張ってしまうよね。ですから外回りのビスは先に揉まないってことでね、内側のビスを先止めてきます。特に鴨居の高さを見るときなんかね、外のビスを先揉むとガッとこう手がついてしまうんでね。ですから内側のビスで平均に高さ出してやって、それを補助する形で外からビスを止めてやる。その形の方が綺麗にいきます。枠がついたんでね建具はめるんですけどね、本当にこの頃の建具重くなりましたね。ガラスがペアになってるだけで、なんでこんな重いでしょうね。ガラスってそんなに重いもんなんでしょうかね。もしこれ3弱やったら絶対に一人で持ちませんよね。そして建具の調整ですね。車の調整をします。特にこういう幅の狭い建具ってね、なかなかもう4本ピシッといきませんね。車の上げ下げが1ミリ違うと3倍から4倍違いますからね、すぐ上で3ミリ4ミリ縦合わせが悪くなります。そして壁に防水シートを貼ります。ここまで来ればね一応戸締まりまで行けたってことですよね。もう最初の解体1日、そしてこのサッシ防水シートで1日、2日がけの戸締まりですね。2日でできればよしとせんとしゃあないですよね。高いところのこの防水シートはね、正直この上下重なりが逆になってるんですけどね、今はもういいこの防水テープがあるんでね、もうしょっちゅういっつもこの水がかかってるわけはないんでね、
もし持った時の防水シートですから、過ぎても防水テープ貼りますからね、さほど上下の重なりは逆になってもね大丈夫になりましたね。もう貼るってことやね。これで縁側のこの外壁させて砕いて床が砕けました。広い縁側ですね。今度はまだ床から作っていきます。以上、大工の社員でした。